Let's get it. As my pronouns are she, her, and Shit! in the development of this project because it's very deeply rooted in research. Given how sensitive and complex and nuanced the subject matter is, we want to make sure that we are telling these stories. Are they going to research the way that illegal migrants steal the identities of American citizens and then claim their benefits illegally? Before I begin, I'm actually curious. Yeah, this isn't a game, it's propaganda. Of course. Obviously it is. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、一本のインディーゲームからの話題になります。先日、世界的なゲームショーとして知られておりますゲームズコムが開催されまして、この中で一本のインディーゲームが紹介されました。するとその内容があまりにも衝撃的だったため、これを大人気配信者アズマンゴールドさんが取り上げました。すると、この開発スタジオ及び開発者がネットからその姿をくらませてしまったというんですね。さらにはその周辺を調べてみますと、もうね、大変なことになっていたというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日ですね、こちらね、日本でも報じられておりますが、ゲームスコム2025が開催されました。これはドイツのケルンで開催している世界的なゲームショーですね。そしてこの中で紹介された一本のインディーゲームがありまして、このゲーム自身もさることながら、これをサポートしているプログラム、そしてその周辺の様々な組織、これがものすごいことになっていたというんですね。ではまずこちら、マイクロソフトの公式サイトです。今回のね、ゲームの件を紹介しているんですが、まずね、このゲームをサポートしているマイクロソフトのプログラムについてです。2023年に始動した Xbox ディベロッパーアクセレーションプログラムは、これまで業界で十分な機会を得られなかった開発者たちに Xbox 向けゲーム制作に必要なリソースと情報を提供。彼らの創造性、革新性、独自性を実現させることを使命として進められている。このプログラムは以下のような人々がリードする開発者やチームを支援することを目的としている。黒人、先住民族、ラテン系、LGBTQIA+、女性、障害者、新興市場の開発者、独自の視点を持つチーム。これにより、開発者が長年直面してきたハードルを取り除き、多様なストーリーやキャラクターをゲーム業界において当たり前のものとして受け入れる環境を整えることを目指している。ということでね、このね、先ほど言いましたような、つまりはマイノリティですよね。こういった人々をフックアップする DEI プログラムをマイクロソフトが実施しておりまして、そして今回このプログラムのサポートを受けたのがこちらのゲームだったんですね。テイカスノースは、これつまり北に連れて行ってということですね。ナラティブアドベンチャー、ライトなサバイバル体験であり、プレイヤーをアメリカ・メキシコの国境を越えようとする移民や亡命希望者たちの切実な旅路へと没入させる作品である。プレイヤーはカイオーリーと呼ばれる移民ガイドとなり、移民たちのグループを安全に国境の向こうへと導くことを目的としている。ということでこちら、カイオーリーズあります。こちらが本日のキーワードになります。Coyote。ということでこちらね、写真見えておりますので説明不要ですね。これはコヨーテという意味になります。で、今回はですね、当然このね、動物の意味ではありませんで、もう一つこれには別の意味があるんですね。ラテンアメリカからアメリカ合衆国への国境を秘密裏かつ違法に越えさせるために金銭を受け取って人々を案内する人物。ということでこちらね、コヨーテというのはアメリカへの不法移民を手助けするというのを生業にしている仲介人のことなんですね。つまり今回のね、こちらのマイクロソフトが支援しているテイカスノースというゲームは不法移民をテーマにし、それを手助けしていくというゲームだったと。これただの移民じゃありませんからね。もう明確に不法移民です。これを手助けする。これもうネットではね、不法移民シミュレーターなんて言われておりますが、こういったゲームだったんですね。なんですが、ゲーム内でね、違法なことをするなんて、まあまああるでしょ。なんならね、ヒットマンになるようなゲームもあるわけで、ない話じゃないですよね。なんですが、この開発会社というのがあまりにもお目覚めになっているということで、これはね、ただのエンタメではなくって、プロパガンダとして作られているのではないか。このように言われてしまっているんですね。じゃあこの開発会社どこなのか。それがね、こちらになるんですが、すごいですよ。アニマインタラクティブはアートとテクノロジーを融合させ、社会にポジティブな影響を与えることを目指す高い意識で社会課題に取り組むインディーゲームスタジオです。エンターテインメントは文化を形作り、文化は社会を形作る。だからこそ開発者には視野を広げる責任があると考えています。ね、皆さん、これゲームスタジオの説明ですからね。つまり非常に意識の高いスタジオなんですね。で、それはね、こちらにもよく現れています。私たちは世界各地に拠点を持つ小規模ながら力強いチームで、アーティスト、ストーリーテラー、そして活動家によって構成されています。ね。
活動家出てきちゃいました。このゲームの開発チームは、アルゼンチン、コロンビア、ガテマラ、メキシコ、オランダ、アメリカ、イギリス、スペインなど、15カ国以上にまたがっています。チームメンバーの 60% 以上が、ここね、バイポック、有色人種で、さらに 60% 以上が女性またはノンバイナリーです。私たちはゲーム業界全体における既存の価値観に挑戦することを目指しています。これ似たようなことスイートベイビーの従業員言ってましたよね。価値観をぶっ壊すなど。つまり、このスタジオというのは、このね、マイクロソフトが支援しているというプログラムの条項そのものだったんですね。だから支援してるんですよ。そしてこのスタジオが作り上げたのが不法移民を支援するゲームだったと。で、このゲームですね、こちら、キックスターターでさらなる資金援助というのを呼びかけているんですね。で、この中で、このゲームのね、さらに詳しい理念などが書かれておりまして、私たちの初のオリジナルプロジェクトであるテイカスノースは、現実世界の体験談に着想を得たナラティブ重視のビデオゲームであり、プレイヤーを国境を越えようとする移民や亡命希望者たちの切実な旅路へと没入させる作品です。このテーマが重く、感情的にも強く揺さぶられる内容であることは理解しています。しかし私たちは移民や難民の体験を人間的なものとして描き出し、敬意を持ち、そして真実味のある形で表現することに尽力しています。ということでね、このゲームというのはそもそもね、エンタメとして、ゲームとして楽しいものを作りましょうよりも、ここに見えておりますが、不法移民の現状を不法移民側に立って、それを擁護する形で作っていく。なんでしょう、ドキュメンタリー映画を撮っているような、そういった形で作られているゲームなんですよ。その啓発か目的かのような語られ方もしているんですね。だからこれがね、ネットでは今ね、不法移民のプロパガンダだと言われているんですが、実際これを見ると、その通りなんですよね。で、これね、もう自分たちで意識が高いと言ってるだけのことはありまして、これね、もうどっからどう見てもゲーム開発会社ではないんですね。このゲームのビジョンは単なるゲーム開発にとどまりません。この重要なテーマをめぐるより広い文化的対話に貢献し、人々の心や意識に変化をもたらすことを目指しています。また、このゲームと並行して人道支援団体や活動家コミュニティを直接支援する社会的ムーブメントを活性化させることにも取り組んでいます。で、このスタジオの代表が先ほどのゲームコムでその特別枠でね、このゲームを紹介した YouTube 動画というのをこのチャンネルでもね、たびたび取り上げております。ここでね、頭抱えておりますが、もうすでに面白い。たびたび引用させていただいております。アズマンゴールドさんが取り上げ紹介したところですよ。そのわずか数時間後、この YouTube 動画非公開になってしまいました。もう見れないんですね。現在はこの動画、アズマンゴールドさんの動画でしか見ることができません。I'm just curious. You can shout things out or, yep, go ahead. Trump out, yes, okay. Anyone else? We've done like voice of the people style interviews to ask people about their understanding about migration across U.S.-Mexico border. So let me see if this... Public opinion on why people migrate to U.S. Oh, hold on. I want to make sure this audio works. This is a video game? Friends. Okay, let's see the trailer. We won't do the trailer. Wait, so you spent the entire time talking about how bad this was and just playing your propaganda, but you're not going to play the trailer for your video game at a video game convention? Are you f***ing kidding me? でね、消えたのはこれだけではありませんでした。まずこちらに見えております。スタジオ代表のカーラ・レイエスさん。見てください、こちら。X アカウント、削除していなくなっちゃったんですよ。これ、スタジオの代表のアカウントですよ。そして、これだけではありません。このゲーム開発会社の公式アカウント、削除されました。で、さらに、これだけではなかったんですよ。こちら、見えますかね？このスタジオの公式サイトですよ。非公開になりました。これ、一斉に雲隠れしてしまったんですね。X のアカウントに関してはね、本当にそのアカウントが削除されるまで猶予がありますので、もしかしたら数日後にはね、復活するかもしれませんが、ただ、それにしてもちょっとこれはやりすぎでしょ？完全に姿消したんですよ。で、先ほど確認したところ、当然ね、カーラさんのインスタも非公開になっていました。じゃあ、このカーラさんというのは一体何者なのか。それがこちら、フォーブスで紹介されておりまして、カーラ・レイスは、日本の大手ゲーム会社であるスクエア・エニックスと、業界で十分な機会を得られなかった人材を支援するゲーム業界向けコードコベンに所属している。これ昔の記事なんでね、現在は自分のスタジオを持っています。そしてここですね、スクエア・エニックス内で人種、民族的多様性に関するリサーチグループ、スクエア・エニックス・レッドを共同設立。さらに気候変動をテーマにした国連のグリーンゲームジャムにも参加しているということで、この人ですね、もともとスク
クエニにいた方なんですね。そしてこのスクエニではね、人種と多様性に関するリサーチグループ、スクエア・エニックス・レッドというものがあるそうで、これ日本じゃないですよ。北米のスクエニね。これの設立者だと。そしてこの人ですね、後ほども出てきますが、国連でも活動してたんですよ。だからこの人の経歴というのは全部繋がってるんですね。そっち方面で。で、この方の経歴ね、まだまだ出てきます。ウィングスインタラクティブの理事会メンバー、ナイアンテック。これポケモン GO の会社ですね。そしてここですよ。ビザで、プロダクトマネジメント歴を歴任しており、テクノロジー業界における多様な経歴を持っていますと。いうことで、この方ね、2015年から3年間、ビザで働いてるんですね。だからまあおそらくビザの内部もね、かなり意識が高いんじゃないかなと思ってしまいますよね、これだと。で、ここでね、ポイントとなるのはこちらです。ウィングスインタラクティブ。これね、一体どういったものかと言いますと、ここなんですね。ゲーム会社に資金提供する会社です。もうこれトップから結構すごいでしょ？多様性と創造性と。カーラさんはですね、このウィングスインタラクティブの取締役だったんです。じゃあね、ここがどういった団体なのか、ここにね、書かれているんですが、私たちは業界で唯一、投資判断をすべて、女性だけで行っているファンドです。申請書を提出していただくと、インディーゲーム分野で、国際的かつ多様なバックグラウンドと専門知識を持つ女性のみで構成された委員会によって審査されます。ということで、このファンドの選考委員会というのは、すべて女性で構成されていると。じゃあ、それ具体的に誰がやってるんですか？ここに書かれています。これね、とある講演の紹介記事なんですが、オープニング講演は、カナダのスイートベイビーインクの CEO であり、ライター兼ナラティブデザイナーであるキム・ベレア氏が務めます。ベレア氏は女性クリエイターや多様性のあるチームによるインディーゲームに特化したファンドであるウィングスインタラクティブの選考委員会メンバーでもあります。ということで、ここでね、スイートベイビーにつながるんですね。このカーラさんが取締役を務めるファンドの選考委員会。つまり、誰に投資をするかを決める人たちですね。このメンバーの中にスイートベイビーが入っていました。で、このファンドにね、ここに見えておりますが、エレベート2025。これはファンドの枠組みですね。これを共同支援しているのがここね、ウィングスと横に見えております。クレバーエンデバー。で、このクレバーエンデバーに支援を受けているのが、今回のテイカスノースだったと。これすごいでしょ。これ全部繋がってるんですね。当然ね、ウィングスの CEO も、このテイカスノースは非常に重要なゲームであるとして、支援を呼びかけています。さらには先ほど言いましたこちらですよ。このすぐ下に書かれてるんですね。当時のコードネームがアメリカンドリームであった私たちのゲームのデモを国連で披露する機会を得て好意的な反応を受けました。現在は国連難民高等弁務官事務所のような NGO と協力の可能性を探っており、ゲームと並行して社会的インパクトを与えるキャンペーンを展開することを検討しています。ということで、ここでさらにまた繋がるんですよ。このスタジオの代表、もともとね、国連で活動していました。そして、その彼女が開発した、このゲームは、もともとね、国連で披露されたものだったんです。その時のコードネームは、アメリカンドリームだったと。これ、不法移民のゲームですよ。この国連というワードは、テイカスノースの様々な記事で登場します。ということでね、こちらダッパックプレイスさん、今回の件、記事にまとめてくれておりますが、不法移民ゲーム、テイカスノース、国連、スイートベイビーインク、ウィングスインタラクティブとの関係があると報じられる。というような形で、これらの機関というのは全部繋がっていて、なんでこれだけ小規模のゲームを、このウィングスはここにありますが、50万ドルですね。これ7500万円です。これだけの資金を提供して支援するのか、そしてこの周辺には、スイートベイビーをはじめとする、様々ないわゆるお目覚め組織が集まっていて、これ、マネロンの疑いがあるんじゃないの？こういった内容になっています。今回の発覚がこれほど重要なのは、テイカスノースが単なる論争的なタイトルにはとどまらないからだ。これは氷山の一角に過ぎず、活動家系コンサルタントや助成金団体、そして企業が連携し、イデオロギー色の強いプロジェクトをメインストリームに押し込む仕組みを示すケーススタディでもある。アニマインタラクティブの YouTube チャンネルの登録者はわずか61人。企業や単体からの支援がなければ、このゲームは認知されていなかっただろう。しかし、マイクロソフト、ウィングス、そして国連を通じて、このゲームは世界の舞台に昇格した。で、こちらね、マイクロソフトのこのゲームを紹介したポストというのは残ってますんで、ちょっとね、見ていきましょうか。この方、YouTuber の方ですね。不法移民シミュレーターを宣伝するのは恥ずべき行為だ。で、これね、言ってる人すごい多いんですね。このゲームは、アイスとしてプレイできますか？もうすでにこれ、アイスになっちゃってます。このスタジオは、連邦政府の調査を受けるべきだろう。これがあなたのモダンなオーディエンスですということで、これすごくて、これね、マイクロソフトの投稿ですよ。3.3 万回表示されていて、いいねが30件しかついてないんですね。誰も支持してないと。つまり、不法移民の密入国斡旋をゲームで美化しておきながら、心に寄り添う旅だとか、思いやりだとか、そういう物語として売り込んでいるってこと？空気を読んだ方がいい。こういうものは何年も前から不評だ。プレイヤーは今まで一度もこんなものを望んだことがありません。こちらスクリーンショットになりますが、イーロンとね、アズマンさんが X 上で話をしています。そしてね、ここで、マイクロソフトは本当にこの会社に資金提供しているのと、イーロンが驚いているわけですね。
はい、ということで本日はですね、先日ゲームコムで紹介されましたインディーゲームテイカスノースがインフルエンサーに紹介されたことでスタジオともども雲隠れしてしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、この周辺すごかったでしょう。このマイクロソフトのプログラムだとかスイートベイビーやウィングス、国連が集結しておりまして、スイートベイビーはこのゲームにかかってるわけじゃないですよ。これはウィングスの方ね。でもこの周辺の密度すごいでしょというのもありまして、やはりこれはね、いわゆるただのゲームというようには見られていないようなんですね。それはね、こちら資金を募っているキックスターターでもこの演説ぶりというのは本当にすごくてですね、そのように見られても仕方がないのかなという気はしますよね。ちなみにカーラさん、このゲームのプレイヤーからのフィードバックも紹介しておりまして、ここにありますが、このゲームをプレイするとデスストランディングを思い起こすそうです。